黒壁。隠された真実。99% が知らない 100% がんになる方法。ノーベル生理学医学賞受賞者のスピーチより。1931年に呼吸酵素の性質と作用基準の発見によりノーベル生理学賞を受賞しました。作用基準とは薬が治療効果を及ぼす仕組みのことなので、呼吸酵素が何なのかと、この酵素がどのような仕組みで働くのかを解き明かしたということだと思います。彼の研究結果の一部はベッド検査を用いたがん発見に利用されています。彼の発見は特許薬品の会社にとっては儲けにならないので無名に追いやられています。彼の名はオットー・ハインリッヒ・ワールブルク、またはウォーバーグと呼ばれることもあり、この番組ではワールブルクではなくウォーバーグと呼ぶようにします。オットー・ハインリッヒ・ウォーバーグは1883年生まれのドイツ人で1970年に永眠、享年86歳の人生になります。ウォーバーグの伝記にはこう書かれています。1923年から9年間で46件の推薦を受け、そのうち13件は受賞した1931年に提出されたものであるとあります。この推薦はノーベル賞のことを指していて、1931年は1年間で13件ノミネートされたということです。しかし、この伝記は彼の功績を過小評価しているらしく、実際にノーベル賞の公式サイトで確認すると、ウォーバーグ博士は51回科学または生理学の分野でノーベル賞の候補に上がっていることがわかるということです。46回でもすごいことですが、なんと51回もノーベル賞にノミネートされているのです。ノミネート回数は公式には公開されていないという話もあります。さらにウォーバーグ博士の逸話として、第一次世界大戦末期、アルベルト・アインシュタインは友人たちに頼まれ、彼の才能が失われるのは世界にとって悲劇であるから、軍を離れて学問の道に戻るようにと手紙を出したとのこと。この友人とはウォーバーグの父親であり、父親はドイツ物理学会の会長です。父親が息子の身を心配して言うことを聞き入れてくれそうな友人のアインシュタインに説得をお願いしたということです。自宅には一流の文化人が出入りしていて、その中にアインシュタインがいたということです。友人たちとはどのような人物だったのでしょうか。当時はアインシュタイン以外にもエミール・フィッシャー、バルター・ネルンスト、ファントホッフ、マックス・プランク、いずれもノーベル賞受賞者であるそうそうたるメンバーが出入りをしていたそうです。この話だけでも彼が超エリート環境で育ち、父親の言うことを素直に聞かないようなタイプの人間だったと想像できます。この後、アインシュタインとウォーバーグは友人となり、アインシュタインの物理学の研究はウォーバーグの生化学の研究に大きな影響を与えたとされています。世界の天才たちから逸材とされていた人物なのです。先ほど、彼の発見は特許薬品の会社にとっては儲けにならないので無名に追いやられているとお話しいたしましたが、こんな逸話が伝えられています。1920年代、69F 財団のフレキシナーはアメリカに博士を招待した資金提供の話を持ち出したところ、即座に断ったという。言い方が偉そうだったかららしい。ウォーバーグは自分が最高だと思っていたので、お前がすごいんじゃない、財団がすごいんだと思ったのではないだろうか。しかし、1931年には、前年に 69F 財団からカイザー・ヴィルヘルム研究会への寄付によって設立されたカイザー・ヴィルヘルム細胞生理学研究所の所長に任命された。その後、マックス・プランク協会に改称されています。この頃には、申し出を断られたフレキシナーは、財団の中で力を失っていたらしいです。もし、フレキシナーが当時の権力を維持できていたなら、研究所の設立はもっと遅れていたかもしれません。財団は
再三にわたって博士に声をかけていたようです。彼を鳥かごの中に入れ、彼を世間から隔離し、あわよくば彼の研究成果を財団やその関係団体で独占しようとした意図を感じるのは私だけではないはずです。ちなみに、69F 財団とは、医療や公衆衛生などの分野において、世界的な影響力を持つ慈善財団の一つです。財団は、医学研究や感染症対策、健康改善プログラムなどの支援を行い、世界中の多くの団体や研究者を支援しています。1984年に日米洋三極委員会にも約5700万円寄付しています。現在の価値に換算すると、およそ2億5000万円になります。このように、とても大きな影響力を持っている慈善団体になります。熱くなって前振りが長くなりましたが、こちらが今回の番組内容になります。1、がんの原因について。本当にそれですか？違和感あるんですけど。2、がんの増殖について。100% がんになる方法とは？ 3、がんの予防方法。予防が治療のヒントになる。話を進める前に、この番組は制作時点において私の信じている内容になります。そのため、思い込みによる勘違い等がある可能性はあります。誤りを見つけられた方や違う考えをお持ちの方はコメント欄に記載していただけると助かります。その際、できるだけ専門用語を控えていただけると理解しやすくなりますのでお願いいたします。皆様の英知が多くの人の助けになるのではと考えています。それでは、再開です。発生の原因。がんの発生原因をネットで調べてみました。出回っている情報はこんな感じです。まあ、細胞の増殖時のコピーエラーや傷つくことで、がんが発生するらしいです。まずは、がんの発生状況を確認します。1975年には、約20万人のがん患者がいました。これが、39年後の2014年には、約86万人に増加しています。約4倍です。そして、この時の人口は、ほぼ横ばいで推移しています。次に、原因とされるものの推移を調査です。まずは、近年増加したと言われるストレスです。私は、ストレスが、すべて悪というふうに考えていないので、ストレスのせいにするなと言いたくなるのですが、思い込みは良くないので、調べてみました。仮に、ストレスの増加が、星の人数と因果関係があるとした場合、自ら命を絶った人が、1975年は約2万4000人もいます。がん患者が4倍になっているのですから、2020年には、この人数が増加しているはずです。しかしながら、約2万人となっており、約 16% 減少しています。このことから、1975年から2020年にかけて、がん患者の人数を4倍にするほどのストレスが増加しているというのは考えにくいのではと思います。これだけ世界中の人たちとつながることができる世の中になったのに、助けになれなかったことがとても残念に思います。次に過剰な飲酒です。仮に過剰な飲酒をする人が増加すると、アルコール消費量が増えるとします。こちらも調べると、1975年に比べて2020年は減少傾向にあります。私のイメージは、ストレス増加が飲酒量の増加につながるような気がするのですが、星の人数とアルコール消費量ともに減少傾向にあるので、がん患者が4倍になった原因とストレスは関係あるとは言えないと考えています。がんの原因になるのかもしれないが、主な要因ではないというふうに考えています。そもそも、ストレスって言葉を悪い意味で使いすぎだと思います。1975年頃と比較して、本当にストレスは増加してるのでしょうか？このデータを見る限り疑問に思います。皆さんはどう思いますか？次に、遺伝子の損傷はデータが見つけられないのでパスです。X 線の頻度だったり、紫外線の増加や
遺伝子絡みの特定の病気などが関連づけそうですが、これもパスします。同様に、睡眠、栄養不足、ウイルス感染なども実感として倍増しているとは思えないので、除外します。パスばかりですが、がんの発生原因とされているもので、加齢を除けば、なぜか腑に落ちないものばかりです。私たちの知らされているがんの原因とされているものは、本当の原因なのでしょうか？大切なことなので、もう一度言いますね。それは、本当の原因ですか？情報を操作されているような気がしませんか？それでは、日本のがんの患者数の増加と同じように、増加していったものに何があるのでしょうか？増加で思いつくのは、高齢化と生活習慣病です。高齢化は、がんの患者数のように増加しています。これは、先ほどの加齢と同じ意味合いなので、加齢が大きな原因であることは、間違えないように思われます。次に生活習慣病です。これも、がん患者数と同様に増加しています。加齢は改善が厳しいですが、生活習慣病なら対策ができそうです。そして、生活習慣病といえば、食事です。さて、私の考えは置いといて、ウォーバーグ博士はどのように考えていたのでしょうか？博士の結論は、がんは他のどの病気よりも数えきれないほどの二次的な原因を持っている。しかし、がんであっても、その原因はただ一つである。一言で言えば、がんの主因は、正常な体細胞の酸素の呼吸を糖の発酵に置き換えることである。どういうことでしょうか？二次的な要因とは、先ほどの原因で挙げた、ストレス、睡眠、栄養不足、ウイルス感染のことだと思います。そして、博士はこう言っています。がんの主な原因は、正常な体細胞の酸素の呼吸を糖の発酵に置き換えること。酸素の呼吸を糖の発酵？なんかよくわからないですね。呼吸といえば、波紋の呼吸が思い出されます。震えるぞハート、燃え尽きるほどヒート刻むぞ血液のビート、サンライトイエローオーバードライブ。これが波紋のエネルギーです。このように、波紋のエネルギーでがんをやっつけるのです。波紋の呼吸を思い出したところで、本題に戻ります。正常な体細胞の酸素の呼吸は、エネルギー生産のプロセスです。細胞の呼吸が、波紋の呼吸のようにエネルギーを生み出すのです。次に、糖の発酵についてです。これもエネルギー生成のことです。ただし、これは、緊急事態のエネルギー生産のプロセスです。すなわち、がん細胞の発生原因は、正常なエネルギー生成から、糖による緊急事態のエネルギー生成に切り替わることによって発生すると言っているのです。正常なエネルギー生成とは、主にピルビン酸の酸化的分解のことです。かなりはしょりますが、ブドウ糖、この場合はグルコースで説明します。この分解で酸素がある場合だと、ピルビン酸がアセチル CoA になり、ミトコンドリア内でエネルギーである ATP が理論値で最大38個作られます。ざっくり言うと、正常な細胞と十分な酸素があれば、エネルギーの元が32個できるのです。正確には、歩酵素も必要です。歩酵素については後半でお話しします。酸素がキーだとすると、糖の発酵とは、酸素が十分でない場合の現象ではないかと推測できませんか？その通りです。酸素が減少すると、酸化的リン酸化から解糖へシフトします。このエネルギー生成は、ミトコンドリアではなく、細胞内で行われます。ここはキーになるので、繰り返します。このエネルギー生成は、ミトコンドリアではなく、細胞内で行われます。ミトコンドリアではないと覚えといてください。この解糖で生成される ATP 数は最大2個です。この辺の詳細は検索すれば出てきますので、割愛させていただきます。検索すると、化学式の説明もありますが、このエネルギーと健康や病気について、書かれた記事が目につくことでしょう。
ここで仮説という点が線となってつながっていきます。もしかしたら大手の検索エンジンでは検索結果が除外または外へ調整されているのかもしれません。先ほどのエネルギープロセスは重要なので荷物の運搬に置き換えてもう一度説明します。仮に軽トラックに荷物が38個積めるのに対しフェラーリでは2個しか積めないとします。届けなければならない荷物が38個なら軽トラック1台で済みますがフェラーリでは19台分必要です。軽トラックが通常時の酸素の呼吸でフェラーリが糖の発酵です。効率が悪すぎるのにも程があります。これが体内で起こるのです。いつもは軽トラックで38個を1回で運べるのにあることが原因で2個しか運べないフェラーリしか手配できなくなってしまうのです。仕方がないのでフェラーリを19台手配して38個運べるようにするのです。この荷物はエネルギーのことです。そうです。このエネルギー不足を補うために増えたフェラーリがイレギュラー細胞の増殖であり私たちの体に必要なエネルギーを供給するために増えていったのががん細胞なのです。がん細胞は私たちのエネルギー不足を補うために私たちの活動を支えるために緊急措置で活動しているのです。これががん細胞の増殖です。100% がんになる方法とはウォーバーグ博士の実験によると細胞内の酸素濃度が 35% 低下すると 100% がん化します。これがどのような状態かを想像してみました。仮に通常の空気中の酸素濃度を 20.9% としたときに酸素濃度が 35% 低下させた状態とは空気中の酸素濃度が約 13.5% の状態のことになります。そこで酸素濃度の低下による影響を調べてみました。酸素濃度が 18% 未満になると酸素欠乏症という状態が起きやすくなります。16% で頭痛や吐き気、さらに 12% 未満では筋力低下、めまい、意識障害などの症状を引き起こします。日常生活においてこのような状況になることは低いですが、酸素濃度には気をつけた方がいいでしょう。それでは、高地で生活している人たちや、海女さんなどの素潜りをしている人たちは、がんの発生率が高いのでしょうか。がんの発生リスクなどのデータを見つけることはできませんでしたが、研究者はいるようです。酸素濃度だけに注目すると、危険な気がしますが、実際は、体が環境に順応し、問題なさそうです。長期的な低酸素環境は、体が順応できれば問題なさそうですが、個人的には短期的な激しすぎる運動はいろんな意味で控えた方が良いと考えています。話をまとめますと、細胞内の酸素濃度が 35% 低下すると 100% がん化するということです。がんの予防方法と治療について、ここからは1966年6月30日、ドイツボーデン湖畔のリンダウでノーベル賞受賞者を前に行われたオットー・ウォーバーグ博士の講演を中心にお話しします。まず最初にお断りしておかなければならないことがあります。ウォーバーグ効果の有効性は証明されていますが、ウォーバーグが唱えていたがんに対する説を支えているいくつかの過程が誤りであることも証明されています。その一つに、がんの発症時に呼吸から発酵に切り替わるということは、実際にはないことが分かってきました。がん細胞は、むしろ発酵と呼吸を同時に行うことができるそうです。これにより、がん細胞は過剰な増殖を維持するための追加エネルギーを得ることができます。したがって、細胞の呼吸器系へのダメージは、がんの原因とは考えにくいとのこと。徐々で例えるなら、石仮面での究極生物となったカーズのように、弱点である日光を克服し、波紋の呼吸さえ扱えるようになったということだろうか。生物の頂点には天敵などおらぬことを教えてやる。賢者の石石よ、
新しい誕生祝いだ。ということは、がん細胞とは、普通の細胞が石仮面を使った状態とも考えられなくもないですよね。がん細胞、恐るべし。同じ理由で、微量栄養素の補給による呼吸器系の強化は、残念ながら予防法としては期待できないとのこと。何のことだかよくわからないですよね。おそらく、これの意味することについては、細胞内で嫌気的代謝や酸化を行う能力は、酸欠になったからではなくて、がん化した後に出現する現象なんだよ。そう考えると、酸素不足にならないように歩行素を摂取しても効果はないってことだろうか。しかし、これは、あくまでも一つの見方であり、科学的な議論はまだ続いているようなので、こういう考え方もあるのだなくらいでいいのではと考えています。このあたりについて、コメント欄に記載していただけると、私だけでなく、他のご視聴されている方々の参考になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、気になる予防法についてですが、1996年に行われたスピーチの後半に出てきます。がんを予防するためにはまず、静脈血に十分な酸素が含まれるように血流速度を高く保つこと。次に、血液中のヘモグロビン濃度を高く保つこと。第3に、健康な人でも常に呼吸酵素の活性群を食品に加えること。そして、すでにがんが発生している場合には、これらの群の投与量を増加させることが提案される。同時に、外因性の発がん物質を徹底的に排除すれば、内因性のがんの多くは今日でも予防することができるだろうとのことです。少し整理しますね。1、十分な酸素を供給するために血流速度を高く保つ。2、ヘモグロビン濃度を高く保つ。3、呼吸酵素を含む食品を摂取する。呼吸、解糖系、クエン酸回路、電子伝達系で必要な酵素を摂取。4、がんが発病している場合、呼吸酵素を多く摂取し、発がん性物質を取り込まない。要するに、細胞が正常に呼吸、活動できるようにするには、微量栄養素、必須元素、ビタミン、歩酵素が必要です。それらは、食品から補うことで容易に実現できるということです。そして、多くの専門家が言っているように、基地の発がん性物質を遠ざければ、原因の約 80% を防ぐことができます。残りの 20% は細胞を正常に活動させればいいのです。3の呼吸酵素を含む食品を摂取するは、先ほど出てきた微量栄養素の補給による呼吸器系の強化は、残念ながら予防法としては期待できないとの見解がありましたが、これには違和感を感じるので博士を信じ載せています。だって、博士は当時の平均寿命より約20年長い86歳まで生きていたのですから。2のヘモグロビン濃度を高く保つためには、鉄分やビタミン B12 の摂取が重要です。鉄分は、ほうれん草、レバー、ひじき、小松菜、貝類、タコ、イカなどに多く含まれています。ビタミン B12 は、チーズや大豆などに多く含まれています。また、鉄分を効率的に摂るためには、ビタミン C と一緒に摂ることが効果的です。彼の仮説の一部です。講演の終盤、ウォーバーグの考察は、がんを予防することは可能であるとの結論に達します。博士曰く、そのためには、細胞呼吸を司る酵素機構を強化し、発酵、そして、がんへの移行をより起こりにくくすることを提案しています。この細胞呼吸を司る酵素機構の強化は、細胞呼吸に必要な微量栄養素、必須元素、ビタミン、歩酵素を食品から補うことで容易に実現できると説明しています。博士の生活もヒントになるかもしれません。博士は、ベルリンの自宅に隣接する 45R 東京ドーム 0.9 個という広大な敷地を手に入れ、野菜や果物を自分で栽培し、小動物を飼って食料を生産するようになっていきます。もちろん無農薬です。彼自身は、乗馬と研究以外には興味はないらしく、作業は人を雇っていたとのことです。まとめ、がんの原因は低酸素環境にあります。低酸素環境は環境毒によって
体内の酸性度が上昇することで起こります。治療法は、適切なバランスのいい食事によるミネラルやビタミン、補酵素の摂取によって、体の pH を上げ、酸素濃度を高めることです。これによって免疫システムがサポートされ、がん細胞が破壊されるとしています。私はこう考えます。免疫システムを下げないことが、がんだけでなく、多くの病気に有効な手段です。そのためには、1、発がん性物質を取り込まない。食品添加物や農薬など自然由来でないもの、そしてコンビニ弁当や加工肉など添加物が溢れています。2、バランスの良い食事。朝はビタミン添加のゼリー、夜はモンスターやレッドブルなどではなく、毎回の食事をバランスよく食べる。工業製品ではなく、食物を摂取することを意識してください。おかずを1品増やすだけでも変わってくるはずです。3、ステロイド剤や解熱鎮痛剤などの薬を中長期にわたり飲み続けない。薬だけでなく食べ物には許容値があり、塩や砂糖にさえ致死量があります。バランス良い食事を心がけ、体質が改善されれば、薬に依存するのを減らせるはずです。4、十分な睡眠。睡眠不足は脳震盪を起こしている状態と同じくらい、身体能力を下げてしまうことが、いろいろな研究で実証されています。睡眠時間に関しては年齢にもよりますが、平均7時間を目標にしたいものです。これも、私の場合、毎日30分以上不足していますが、6時間起きるとパフォーマンスがガクって落ちるのを実感します。体内の pH の酸性化ががん化を促進するという話もありますが、未確認です。おそらくは、酸性環境が局所的に発生し、がん細胞を誘発しているのかもしれません。もしくは、がん細胞が出現したから、体内の pH が酸性環境に傾くのかもしれません。いずれにせよ、はっきりしたことは確認できませんでした。ウォーバーグの発見は、特許薬品の会社にとっては儲けにならないので、無名に追いやられていると言われています。ビタミン B6、ビタミン C、ビタミン E、鉄、カルシウム、マグネシウム、銅、亜鉛などががん予防に役立つとされています。マグネシウムやビタミン B 群は通常の細胞活動、後期的代謝に必要な栄養素になります。後書き。アインシュタインが書いた手紙についてですが、父親ではなく母親からの依頼という話があります。母親が直接アインシュタインに依頼したらしいのです。当然、旦那や家に出入りしている友人であったり、いろいろな人に協力を依頼したのではないかと推測されます。私の予想では、アインシュタインに最初に依頼したのが母親で、その後手紙を書くのを催促させるかのように、父親や友人たちからも、アインシュタインに話があったのではと思います。ウォーバーグ博士の人柄について、ウォーバーグ博士はいわゆる人格者ではなかったようです。一言で言うと、天才にありがちな変人の部類に入るようです。短期で自分が最高と思うようなところがあり、とても扱いにくい人物の印象があります。彼の様々なエピソードに触れる中で、私はそう思うようになりました。彼とナチスや 69F 財団との関係、無類のイギリス好きなど、それだけで番組が作れそうです。そして、日本との関係で言えば、博士の研究室には、日本人研究者が多く在籍してたという事実です。しかし、特に日本好きということではないらしく、来日はありません。来日の計画はあったそうですが、いろいろと滞在中の条件が面倒なことが多く、断念したそうです。ここに、ウォーバーグ博士とは関係がない、未確認のがんの情報ですが、一部を紹介します。日本とアメリカ・カナダのがんに対する治療の考え方に違いがあるとのこと。抗がん剤は、猛毒を薄めたもので、正常な細胞にも同様な効果が出る。だって、がん細胞だけに狙い撃ちなんて神業ができるんですか？ケトン治療は日本人の体質に合わないらしい。食品添加物は乳酸を作りやすくします。乳酸はビタミン B 群を摂取することでピルビン酸に戻すことが可能。
オメガ3もサプリから摂取すると、自然界では考えられない異常な摂取量になるし、そもそもとても酸化しやすいので、添加物がいっぱいなのではという声も。がんは油性なので、油を取りすぎると、がんが体に馴染みやすくなる。こんな感じにいろいろありますが、ネット環境が普及した現代においては、情報過多になりがちで、振り回されることが多いと思います。そんなあなたに、ダックダック号などの独立系検索エンジンを使用するのも、新しい発見があり、いいかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。この番組が皆様のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。黒カフェ登録お願いします。